皆さんこんにちは。みさきです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日は冬の私の一日をゆっくり優しい日本語でお話しします。日本は今とても寒いです。朝も昼も夜もずっと冷たい風が吹いています。冬は空気がきれいで、景色が静かで少し寂しいけれど、とても美しい季節です。皆さんの国はどうですか？冬はありますか？寒いですか？それとも暖かいですか？よかったら後で教えてくださいね。さて、ここからは私の冬の一日を紹介します。特別なことはしていませんが、冬ならではのことがたくさんあります。冬の日本の生活が少しでもわかると嬉しいです。私の朝はだいたい7時頃に始まります。アラームが鳴って目が覚めますが、冬の朝はなかなか布団から出られません。部屋の空気がひんやりしていて、布団の中が一番暖かいからです。冬は起きるだけでも小さな戦いです。ゆっくり体を起こしながら私はカーテンを開けます。外はまだ少し暗いことが多いです。冬は日の出が遅いので朝でも夜みたいに見える日があります。外を見ると白い息が出る人が歩いていたり、車の窓が氷で白くなっていたりします。今日は雪が少し残っていて、道路の端が白くなっています。雪がある朝はなんだか特別に感じます。私はまずヒーターをつけます。スイッチを押すとゴーという音がして、少しずつ暖かい空気が出てきます。でも、部屋が暖かくなるには時間がかかるので、その間に顔を洗いに行きます。冷たい水で顔を洗うと、眠気がすぐに消えて、シャキッとします。冬の水は冷たいですが、気持ちが引き締まります。次は朝ごはんです。私は朝ごはんを食べることがとても大事だと思っています。朝ごはんを食べると、体が元気になって、頭もよく動きます。今日の朝ごはんは、温かいお味噌汁と焼いたパンとゆで卵です。お味噌汁の湯気がふわっと上がって、手も体も温かくなります。冬はやっぱり、温かい料理が一番おいしいですね。私は食べながら、ゆっくりコーヒーを飲みます。コーヒーの香りは冬の朝ととてもよく合います。カップから立ち上る湯気を見るとなんだか落ち着きます。皆さんは朝に何を飲みますか？お茶ですか？ココアですか？それともジュース？朝ごはんを食べ終わったら学校へ行く準備をします。冬は服が多いので、準備に時間がかかります。まず、セーターを着て、その上に厚いコートを着ます。そして、マフラーを巻いて手袋をはめます。帽子をかぶる日もあります。冬の外は本当に寒いので、毎日しっかり暖かくします。外に出ると、冷たい空気が顔に当たって、ピリッとします。一歩外へ出ただけで、体がぎゅっと縮まります。でも空気はとても澄んでいて、深呼吸をすると気持ちがすっきりします。冬の朝の空気は冷たいですが、どこか気持ちよさもあります。私はバスで学校へ行きます。バス停まで歩く間は、足元が冷えてとても寒いですが、歩いているうちに少し体が暖かくなります。道の隅には
昨日の雪がまだ少し残っています。雪を踏むとサクッと音がして、冬らしい音がします。バスに乗ると、中はほっとするくらい暖かいです。窓が少し曇っていて、外が白く見えます。外の寒さとバスの暖かさの差が大きくて、まるで別の世界に入ったみたいです。私はバスの中で日本語の単語を少し読みます。冬に関係する言葉をいくつか覚えます。雪、氷、寒い、手袋、マフラー、こたつ、など。季節の言葉を覚えると、日本語のニュースや会話がもっと楽しくなります。外を見ると、冬の景色が見えます。葉っぱのない木がたくさんあります。太陽はありますが、あまり暖かくありません。バスの中から外の景色を見ると、冬の静かな感じがよくわかります。学校に着くと、校門の前で友達と会います。寒いね、今日の朝は特に寒かったねなど、冬らしい話をします。みんな、手が冷たくて赤くなっています。午前中は日本史の授業があります。教室の暖房はついていますが、部屋の隅っこはちょっと寒いです。私は北海道をポケットに入れて授業を受けます。北海道は小さいですが、とても暖かいです。授業の後は休み時間です。友達が今朝見た雪の写真を見せてくれました。木の上に雪がふわっと乗っていて、とても綺麗でした。冬は写真を撮るのが楽しい季節でもあります。昼になりました。今日は食堂で温かいラーメンを食べることにしました。食堂の中は人がたくさんいて、湯気といい匂いでいっぱいです。ラーメンは体がすぐに温かくなるので、冬にとても人気です。私は醤油ラーメンが好きです。スープを飲むと寒さを忘れるくらいほっとします。友達はカレーを食べています。日本の学校のカレーは辛すぎないので、誰でも食べやすい味です。みんなで食べる昼ご飯は、冬でもとても楽しい時間です。午後は体育の授業があります。冬の体育は外でやらないことが多いです。今日は体育館でバスケットボールをします。体育館の中は外より暖かいですが、最初は体が冷えています。でも、少し動くとすぐにポカポカになります。友達と笑いながら体を動かすと、寒い冬でも気分が明るくなります。運動はやっぱり大事だなと思います。放課後。授業が終わったら少し図書館に行きます。図書館は静かで暖かくて、とても落ち着きます。私は日本語の教科書や冬に関係する本を少し読みます。窓の外を見ると、空がもう暗くなり始めています。冬は本当に日が短いです。まだ5時前なのに夜みたいに感じます。帰り道は図書館を出て、またバスで家に帰ります。バスの中は人でいっぱいです。窓の外には夜の街の光がキラキラ見えます。雪がゆっくり落ちてくるのが街灯に照らされてとても綺麗です。家の近くの道を歩くと足元で雪がまたサクッと音を立てます。冷たい空気の匂いもして冬だなぁと実感します。家に帰ると暖かい空気が出迎えてくれます。コートや手袋を外して、まず一息つきます。
今日の夜ご飯は鍋です。冬の鍋は家族で囲むと本当に美味しいです。白菜、ネギ、キノコ、豆腐、鶏肉などを入れます。ぐつぐつと煮える音を聞くと、とても幸せな気持ちになります。体も心も温かくなる料理です。お風呂と夜の時間。夜ご飯が終わるとお風呂に入ります。冬のお風呂は最高です。お湯に浸かると、今日の疲れがゆっくり溶けていく感じがします。冷えた体もすぐにポカポカになります。お風呂から出たら、ホットミルクを飲みます。甘くして飲む日もあります。冬の夜に飲むホットミルクは、とても落ち着きます。その後、少し日本語を勉強したり、好きなドラマを見たりして過ごします。冬の夜は静かなので、ゆっくりした時間が楽しめます。窓の外を見ると、雪がまた少し降っています。静かな夜の雪はとても綺麗です。一日の終わり。気づくと、もう夜の11時を過ぎています。そろそろ寝る時間です。今日は冬の一日をたっぷり紹介しました。日本の冬の生活が少しでも伝わったら嬉しいです。皆さんの冬の一日はどんな感じですか？どんな料理を食べますか？どんなことをしますか？よかったらコメントで教えてください。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。みさきでした。おやすみなさい。